さて人気スロットゲーム制作者によるパックマンとバンサバの融合作が早期アクセス開始とのことで、このゲームは買いなのか、今回はメイズマイスの紹介を行います。こちらマッピーをパックマンに落とし込み、そこにバンサバ系ローグライト要素を加えたような作品です。マッピーはファミコン世代の方はご存知、ネズミの主人公が猫からひたすら逃げるゲームです。その昔の作品は何かから追われる系が多く、逃げるための手法を活用し、長く生き延びそれを楽しむというゲーム性でした。ある意味サバイバル系ゲームです。そしてパックマンも同様です。逃げつつうまい身のこなしを取れたら、それだけ長く遊べます。ここで今回のメイズマイスはパックマンをネズミにし、ひたすら猫から逃げるゲームになっています。そして逃げるほか、近年流行りのローグライト要素が加わり、ランダム能力を得て猫を撃退できます。とはいえバンサバ風でもあり、猫の数がどんどん大量に増えます。攻撃するだけでは対処しきれず、常に逃げ続ける必要があります。現実のネズミもひたすら動き続ける習性があるため、パックマンの世界観に見事マッチしています。またパックマンというと、迷路上の通路に配置された黄色いドットを食べ続けるゲームですが、このゲームはそのドットがバンサバでいうところの経験値となります。食べれば食べるほどレベルが上がり、レベルが上がるとローグライトでは定番の3つの中から1つの能力を選択します。選べる能力は初めは少なく限られていますが、遊べば遊ぶほどアンロックされていきます。それにより独自の構成作りが可能です。攻撃特化だけではなく、逃げるに特化した構成も作れます。そしてこのゲームの特徴はいくつかあり、まずキャラを動かした時だけゲームが進行するという点があります。この機能により、あの難しいパックマンバランスもまろやかになります。進む道の安全を常に予測しながら先に進められます。次に敵の猫は2種類いますが、初めに出てくる猫はプレイヤーの動きを後追いするという習性があります。こちらの通ったルートを同じく進みます。この点も踏まえ、こちらはどのように進んだら敵とぶつからないか予想できます。それとその後追いしてくる猫は絶対に重ならず連結して動きます。数が多いほど長蛇の列になります。そうなると危険性が高まります。通路が塞がってしまい逃げ道がなくなりやすいです。なるべく列ができないように早めに倒す必要があります。ただしもしかしたら構成によっては敵の列が長いと何かが起きるみたいな例外はあるかもしれません。あとはもう一種の猫の存在が厄介です。長蛇の列の猫だけならばある程度対処しやすいのですが、もう一種はマップの作りを無視し、壁を貫通してゆっくりとこちらにまっすぐ近づいてきます。幽霊タイプです。この動きも計算してルートを選ぶ必要があります。次に何よりの特徴はパックマンがベースのバンサバであるという点です。今までにない組み合わせであり、全てが噛み合った面白いゲームとして成立しています。何かを組み合わせると面白そうだとアイデアとして頭に浮かんでも、いざ作ってみたら矛盾が生じてしまい、ゲームとして面白くないものになるなんてことは多々あります。私は過去ブラウザで遊べるミニゲーム系をかなり作りましたが、いまいちな内容でサンプルで終わってしまったというものもありました。しかしメイズマイスでは敵の動きに工夫を入れることでパックマンのバンサバ化の落とし込みに成功しています。すごい能力が高い方が作られています。それもそのはず、この制作者は以前幸運の大家様という大ヒットしたスロットマシンのローグライトを作られています。動画にして遊ばしていただきましたが、あまりの面白さにデモ版を終えた後すぐ製品版を買ってしまったくらいです。幸運の大家様はスイッチやモバイル版もあるため、今作も同じく移植される可能性は大いにあります。そしてこのゲーム早期アクセスですが、現段階でスキルの量が相当あるとのことです。ただ避けて倒すだけではなく、敵から逃げるためのルート選びを工夫するというユーザー側が介入できる部分もあり、新たなスキル獲得でまたリトライして新構成作りも試したくなるというローグライトのお手本のような作りになっています。変わり種のバンサバ系を遊んでみたい方には特に刺さる作品です。ということから現在までに Steam では 100% に好評33件という高評価です。そして発売日は2025年5月2日で現在 10% 割引の1080円となっております。幸運の大家様と合わせ気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。メイズマイス。
このタイトル画面から以前のゲームと同じような感じですね。独特の色合い。さあ、キャラクターを選べるんだ。現状は1匹ですけどね。迷路を選択する。ステージもあるんですかね。まずは屋根裏。上下左右で移動する。×で選択。ドットを集めよう。これはパックマンと同じルールですかね。で、レベルアップして猫を避け、移動時のみ、時間が経過する。よし、始めてみよう。現在ネズミはちょっと中央下にいますね。右から行ってみようか。お、確かにこれで、操作してる時のみ、ゲームが動くという、そういうルールだ。で、横に、こう、位置することでと思いきや、レベルアップ。これは最近のよくある、ローグライトですね。3つの中から1つ選ぶ。どれを取ろうかな。2.5 マス以内の敵に160ダメージ。クールダウン5秒。真ん中は12ダメージ。8本の追尾する針。一番下は炎。追尾する針って何かな。真ん中取ってみようか、試しにね。で、隣に位置してみたが、特に起きませんね、猫は。で、今取ったの何だったんだ。でかいボールは。得点が高いのかな。で、ネズミの後ろに針が飛んでますね。で、起きましたね。何を条件に起きたんだ。クールタイムか。この針が今飛んでないのは。今飛んでますね。で、画面中央下に時間がありますが、総プレイ時間かな。で、やたらなんか猫の横をね、移動しろと言われてる感じだけど、すべての敵は6ダメージ。画面内。1.5 秒後とか。真ん中はアイテムを引き寄せるが、ピックアップ範囲が増えるというやつですね。経験値アップ。経験値は重要だな。この手のゲームで。しかし今回はとりあえず攻撃特化にしてみようか。毛玉。そう、これで、画面上の猫はダメージ受けてますね。確かに。まだ起きない。猫が、横にすると起きるんだ。そういうことか。で、針が飛んでますが、針は直線上に当たるのかな。攻撃はね。さあ次は、針、二つ目。網針。さあ、猫はどうやって動くんだ。今のところルールは。猫も絶対にこう、列をなすようになってんのかな。そんな感じだね。だから、猫がこうやって、隣に位置することで、起きるんだ。で、これ上いけんの？いけますね。で、結構この、まずレベル上げるか。網針。こういう角にね、差し掛かったところで上を押すと、ちゃんと上に移動しますね。操作に補正がかかる。私の経験値が画面中央上でしょうね。レベル5。で、弾が大きいほど経験値が高いと。で、これいつ追いつかれるんだ。猫の列が長ければ長いほど、こちらにぶつかってしまう可能性が出てくるのかな。じゃあ、炎を取りましょう。ライフあるようだね。何度か食らっても問題ないのかな。あれ？猫起きましたね。炎でも起きるんだ。ネズミでは起きないが、それ以外で起きる。で、左なんかいるんだけど、猫の何かが。あれ敵っぽいな。なんと、列をなす猫だけじゃない。危ない。さあ、こっちに回り込んで、これ取っていこう。いいぞ。新しい。まさにこれは、パックマンプラス、バンサバ系ですね。今んとこ左のあいつはイレギュラーですね。ただし、パックマンと同じく、画面移動技があるから、それを活用するといいのかな。ここ下に行くと上から出るんでしょうね。2体目はあれだ。これ厄介だ。ここから左行ってみるか、じゃあ。ついてくる猫はおおむね倒しましたね。でも猫を倒すことで、なんかメリットあんのかな。画面中央下の、今29ってなってるけどね。倒した数がカウントされてる。それにより何か起きるんでしょうね。だから余裕があるときは、どんどん起こした方がいいのかな、猫はね。慣れてくるともっと軽快に遊べるようになるんだろうね。こんなちょっとずつ動くんじゃなくて、どれくらいならばぶつからないかとかね。だいたい体感で把握できるようになるんじゃないかな。危ない。ギリギリだった今の動きは。危なかったね。なんか追いつかれそう。やばい。大丈夫か。絶対に猫には追いつかれないような。そういう速度になってるのかな。なんかやばそうだよ。これね、これ。大丈夫？すげえやばそう。なんとかなってるけど。クールタイムの時間も画面左、表示されてますね。あとどれくらいで発動されるかみたい。まずい。やっちまった。これは、やっちまったな。どうする？どっちもないか、これ。こっちから。やばいかもしんない。初めてのピンチ。ダメージ食らって取り抜けましたね。で、ダメージ食らうと、一定時間敵が止まるんだ、動きが。あと、スキルは今んとこ、いくつ取れるんだろうね。左見る感じ。攻撃は4つみたいな感じには見えるけどね。8個かな。取るか。4つ目。範囲技ですね。最大ヒットポイントを増やすとこれ、回復ソードになるのかな。取ってみるか。回復ソードですね。1回分回復しましたね。
なんか来たよ。10分でハート9。これが死神ソードもしかして。マッピーとかで出てくる。どうなんだ。ハートが減る感じしないけど。ダメージを与え続ければ減るのかな、体力。この猫を呼んでしまうと、ボスを狙うことが難しくなりますね。集中して。呼ばない方がいいのかな。やったー。どうだ、クリアか。さあ、これで、いろんなものがアンロックされていきますと。新たな能力とか、ポップコーンにプリズム。で、リトライは同じステージ繰り返しかな。で、エンドレスモードはコンは引き続き、遊ぶか、もしくはメインメニューでアンロック、それを確認するかですね。さあ、次はキャラクターが出ましたね。これの名前はルーナ。初めからプリズムを持っている。体から2本の回転ビームを放つ。使ってみるか。毎秒25ダメージ。マッパ今んとこ1つだね。お、レーザービーム。これは派手だ。それとポップコーン。ダメージ回避か。1回だけ回避できる。保険として取っといてもいいかもしれませんね、これは。序盤あまり役に立たないだろうな。それを考えるんであれば。やはり序盤から攻撃じゃないの。爆弾新しいね。取ってみよう。爆弾置いた。むしろボンバーマンだな、こりゃ。今の置き方ね。ここで回れば確定か。うん。これいけるんじゃないのこれ。もちろん敵がひるんでね、ノックバックしてしまいますけど。さあ倒した。次のアンロックは何かな。角砂糖。最近2人キャラ。炎にセーター。今んとこ初期能力が持ってるぐらいかな。キャラの違いはね。さらに角砂糖も取ってみるか。これを取ると移動速度がアップする。超速い。速すぎるぐらいかもしれない。相当距離を取りますね。猫が全く関係ないとこ移動してる感じがする。今のところ角砂糖がやっぱり必須級に強いね。サックスはそうでもないかな。特に速度が上がって次をすぐ取りに行きやすいのがいいね。飲みの火力が余剰気味になったのか。敵がすごいどんどん溶けるようになりましたね。現状の構成は相当強い。ボスに飲みがたっぷりついてるけどむしゃむしゃ強いんじゃないのこれ。ああ、飲み強い。ボスも体力削りまくる。ああ、飲み強い。一瞬マジ強かった。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。